玉木おはいなし、ファイナルファンタジー14アナハイムファンフェス基調講演のダラダラ感想動画です。こっちはゴリゴリ字が出してるので、講演内容の事実だけ把握したい方はこっちを見てください。全体的に探求者ナイスと思ったんですが、なぜそう思ったのか順番にダラダラ共有します。冒頭ティザームービー、この辺はあんまないです。得意な人考察任せた。空気感はまさに FF って感じがしてすごい好きです。こういう存在を見てるとやっぱり FF10 の真を彷彿とさせました。で、それに引っ張られる形で、これがベベル級っぽく見えるし、これもグアドサラムっぽく見えるし、黄金ではないんでしたけど、過去のナンバリングシリーズの輸入はあるのか、であるんだったら今回はどれなのか、ハーディ、デイトナとかレッド13とか出てきたからセブンじゃねって話もあって、確かに時期的にもセブンリメイク3部作の最後が白銀の発売日近くに発売しそうな香りはあるから、反則的にもあり得るなと思いつつ、ただ今回の情報だとその香りはなく、今後に期待ですね。チョーマスキャットやってきました。ゲームデザインの大幅見直しパート。よしぴほんとこの辺の情報発信丁寧だなって思うのが、トームストーン集めが好きな既存の人に配慮して枕言葉使うんですよね。常に変わらない安心感っていうのも魅力だけどとか、あと後々出てくる PS4 の話をするときも、その世界中のプレイヤーが14を遊ぶのに助けてくれたソニーうんたらかんたらとか、あと基調講演終わった後 SNS ですぐ反響チェックしたとか、開発パネルで言ってたし、プレイヤーが何を考えてんのか感度高く把握した上で、そのプレイヤー目線相手目線の発信をするっていう安定感、とても勉強になります。我々自身がさらにモチベ高く開発していくためにも、皆さんと一緒に探求者になって歩み続けていきたい。これが今回私が一番印象に残ったセリフです。そりゃそうだよね。定食ばっか作ってたら作り手側も飽きるよね。14がプレイヤーにとって魅力的なゲームであり続けなきゃいけないのと同時に、14の開発自体がクリエイターに対しても魅力的な環境じゃないと優秀な人が集まらないっていう意味でゲームが持続しないと思うので、そういうスタンスで探求者になるって宣言するのはすごく好感でした。ようやく動画でいただいたこのコメント 120% 同意です。これからご紹介するやつ、個別には賛成だったり、現時点ではよくわかんねえなっていうのもあるんですけど、正直何だっていいんですよね。蓋を開けてみるまでわかんないっていう状態がもう私にとって面白いです。アドベンチャラーアクティビティ、もうすごい現代的な UI です。シーズン作って、そのシーズン内の活動量に応じてリワードを提供していくっていうシステム。で、その活動量の蓄積に際して、ウィークリーのスパンでボーナスを得るっていうシステム。まんま原神ライクゲーのシーズンパスですよね。先週分まで訴求してポイントを得るってやつはまさにアークナイツエンドフィールドの追い上げ権ですよね。この辺に追従していくのは素直にいいことだと思っています。というのもヨシピーも言ってましたけど、これまで最大効率を求めるにはデイリーのボーナスの恩恵に授かるしかなかったって言ってました。で、この発言の裏にあるこれまでの考え方としては、効率を求めるんだったらデイリー必須だけど、でも別にええやん。好きな時にのんびりやればさ、だから制度としてはこのままでええやんっていう考え方が本音だったと思うんですよね。例式のプレイスタイルについて言及する時も、そんなに急いでプレイしなくていいじゃんっていう趣旨の発言ってちょいちょいあったし、でも今日タイパが重視されてる中で、大損してる感を覚えながらゆったりプレイする許容されないのかなと。だからこそシステム面でもより長いタイムレンジでの遊びをその効率面からも支持していくっていうことだと捉えてるんですけれども、現代のスタイルに適合してると思います。飽きと戦うためにデイリーをウィークリーにするのかっていうと、そこは論理繋がってんのかってちょっと詰まったんですが、やることそのものについては好感でした。あとこういう仕組みに変えることによって ID とか透滅線とかの申請数が減る。で、かつ分散が大きくなると思うんで、プレイヤーキャラクターの申請数が減ってもすぐマッチングが成立するようにコンサポ対応していたんだなとか、ウィークリー化を実現していくための伏線だったんだなと思いました。2人で ID 突入できるようにするっていうのもこれに耐えるための一施策なんですかね。偶数パッチプラス奇数パッチをワンシーズンとして捉えていくっていう点についてはそれは言葉だけだしって感じで、そんなことよりそれをワンシーズンとして捉えるんだったらワンシーズン9ヶ月とか長すぎだろって思いかけた矢先、ヨシピーからそのパッチの間隔を短くする努力もする、具体化したら話すっていう言葉がありました。こんなん否定する人なんかいないですよね。私が最近その圧倒的な資本力のもと6週間に1回コンテンツを浴びせてくる中華芸のお歴歴を浴びてるから必要以上に際立って感じちゃってんのもあるんですけど、14ってやるとやっぱおもろいんだよな。次は4ヶ月半後かっていう感じ。その量が最大のネックだったんで、少しでもそれを解消させる動きを取るっていうのはもちろん大歓迎です。アイテムレベルの成長ルート変更もこれも大賛成。前々から動画でちょいちょい言ってた通り、その毎日エキルで欠かさず回して装備ファームとか、私はかなりアレルギーがあったのと、あとアルカディアヘビー級からその昇格物語みたく高難易度コンテンツをクリアしないと別の高難易度コンテンツ挑む時に不利を被るっていう仕組みっていうのは絶例度だったらまだわかるんだけど、コンテンツに
に挑むモチベを与えるメリットよりも文句を狭めるデメリットの方が大きいと常々思っていたので、毎日同じコンテンツをやらずとも、あるいは高難易度コンテンツを経由せずとも強い装備が手に入る仕組みを作るっていうのは私は超英断だと思いました。全ジョブが最大のアイテムレベルを参照するようになる仕組みっていうのは基調講演で一番完成が上がったところですけれども、こんなん歓迎するに決まってんだろって感じ。これはめちゃくちゃ思い切りましたね。サブジョブの装備集めで霊式行くとかやる必要なくなるって意味では、これもさっきと同じくコンテンツのその延べ人口に影響を及ぼすかもしれない施策なのでリスキーだとは思うんですけど、それよりはフレの一層攻略をその別ロールで気軽に手伝いやすくするとか、正の方の効果を重視して対応したんだと思うんですけれども、蓋開けてみないとわかんないですけど、私はそっちの方がなんかいい世界だなって気がしました。姫ちゃん不動チャレンジの時とかいろいろ制約があって、その別のジョブを出す羽目になるんだけど、こっちは新式しかなくて火力足りるかなとか、姫騎士団が頭を悩ませるシーンも多かったので、気軽にそういう変則チャレンジに挑めるようになるっていうのもいいなと思います。キャラクター中心のゲームデザインへっていう話、これは妄想しがいがある言葉だなって思いました。ちょっと急に話飛ぶんですけど、皆さん戦略って何って言われたらなんて答えますか？誰かが言ってて私が腑に落ちたのは、戦略とはリソース配分のことだっていう言い換え。それはゲーム事業とか出版事業とかアミューズメント事業とか全部に注力できれば理想なんだけど、それができないからこそ戦略っていうものが必要になってくるっていう話ですね。何が言いたいかっていうと、14って今までも別にキャラクターにも注目したゲームデザインではあったと思うんですよね。例えばエモートとかミラプリの多彩さっていうのはさっき言った中華ゲーと比べても比較にならないほど14充実してますし、にもかかわらず今ここであえてキャラクター中心のゲームデザインへって宣言する意図は何だろうなって考えた時に、ここから 1,2 分少し物議かもっていう言い方するんですけど、キャラクター以外の要素については今後そこまで大きなうねりを作るわけじゃなくて、その代わりキャラクターを頑張っていきますっていう宣言なのかなと私は捉えました。キャラクター以外の要素って何かっていうと、私がパッと思い浮かんだのはストーリーとバトルです。ストーリーについてはエバーコールドとかそれ以降がどれだけ盛り上がるのかわかんないんですけど、ただ実際問題漆黒を超えるうねりをまた出せるのかっていうと、相当ハードルは高いと思うんですよね。あとバトルの方もこれから出てきますけど、今回紹介された見直しなり拡充って、例えば通常とサベージの間の難易度を設定するとか、あとパブリックのコンテンツを作るとか、個々の話は賛成だしいいなって思うんですけど、でも14のバトルデザインを大きく進化させていく施策かっていうと、そのレイヤーの話ではないなと思ってます。ごく一部今回の講演を受けて何も変わってないって言ってる批判の声も見受けて、でそれがこの辺を指しているかどうかわかんないんですけれども、もしそうであれば一定の理解はできるなっていう感じ。ただそういう方向感で頑張っていくっていうよりは、キャラクリの多彩化なり、キャラアクションスキンの導入なり、時期を真ん中に据えた UI なり、キャラゲーとしての魅力を磨いていきますっていうことまで願意した宣言なのかなと私は捉えました。開発からすればキャラ以外の要素だって頑張るわ、勝手にそういう言い方すんなって言われるかもしれないですけどね。ただ勝手にそういう捉え方をした上で私はその方針いいなって思いました。というのも超いいストーリーとかスーパー面白バトルとかって、他のゲームでもワンチャン摂取できちゃうんですよね。名調のバージョン 3.1 のストーリー超ウルトラ面白かったし、14ライクのバトルシステムのゲームってすでにちょいちょいあるし、でも長い年月で培われてきた時期への愛着だけは他社って絶対真似できないんですよね。これAI が歴史を模倣できないって話と似てると思ってるんですけど、その最強の競争優位性を生かして愛着あるキャラで世界に居続けるっていう体験価値をゲームとして磨いていく、これは理にかなってるなと思いました。そういう意味では今後ストーリーがいい14じゃなくてメタバースコンテンツとして面白い14って見なされる時も来るのかもなって思いました。私は14のバトルが好きなんでちょっとだけ寂しさもあるんですけどね。リージョン内フリーマッチングの追加、こんなん誰が嫌がるねん施策その2と思いきや、基調講演のコメント欄ではエレミンが来るとかのブーイングもしばしば、あとスイッチ2実装の件でもキッズが来るとかのコメントもありましたね。目先の居心地を極端に重視してコミュニティ内で排外的な考え方が蔓延した結果、新参が流れてこずに、でいつしか誰にも見向きもされず静かに死んでいったコンテンツ、私は死ぬほど見てるんで、そんなこと言わずにさーって眺めてました。ただこれまで以上にいろんなバックボーンの人がごたまぜになってくるっていうのは事実なので、ブラックリスト強化っていうのはこの一環だったのかなと思いました。あと最近中華ゲーばっかだったんで、日本を対象にテストを実施するってことに謎の嬉しさを覚えました。あっちだと日本ってベータテスト後回しなんで。新ジョブ追加、今回新規種族がなかったのと同じように、一回作った後のそのミラプリ追加やらジョブ調整やら保守工数もバカにならんくなるっていう意味で、今後も新ジョブは抑制気味になるんだろうな。かといって 8.0 で新ジョブ出さんわけにもいかない。だからワンジョブだろうなと思っていたので、2ジョブはびっくり。と思ったらリボーンモード、エボルブモードがあります。エボルブ、キーやボタンが減ります。新ジョブは
エボルブだけ、エボルブの方がちょっとだけ強い。察し。基調講演中は会場が完全にお通夜になっていたこの瞬間、皆さんはどう思いましたか？ここは発信の内容ですとか発信の順番に相当気を使ってたように見えるんですけれども、私としては基調講演中は簡単になるわけではない。キーやボタン減りますとか、いくらなんでもさすがに無理ありすぎだろう。どう見ても簡単モードじゃねえかって思ってました。で、キャラ中心のゲームデザインにしていくっていうさっきの話だったり、アイテムレベル共通化して他ジョブでもコンテンツに行きやすくするとかだったり、ノーマルとサベージの中間難易度を設けることで、より多くの人にバトルでステップアップしていくよう促す仕組みだったり、そういう大きな方向性に対してジョブの簡略化ってマッチした施策だと思うんで、別に簡単モードではありませんとかわざわざ強弁せずに、全ジョブ遊びやすくしたモードを追加します。そっちのがちょっと強いですでいいじゃんって思いながら聞いてました。これが基調講演での印象です。ただまとめ動画作って一旦寝てで起きて、さっき開発パネルの要約見たんですけど、これ見た後だと結構印象違くて、確かにエボルブモードの方が全体的に簡単になってるっていう印象はまだ変わってないんですけど、なんていうのかな、意義ある簡略化っていうか、ジョブの魅力を損なわない範囲での簡略化じゃん。いいじゃんって思ったんですよね。例えばナイトで言うと基本コンボ3つがワンボタンで完結するようになったり、敵を対象にしてると挑発、味方を対象にしてるとシャークになるっていうワンボタンになるらしいんですけど、そういうんだったら別にいいじゃん。私ないとわかんないんで赤まで例示するんですけど、基調講演で聞いた時点だと赤のエボルブモードってマナ自体が一つになったりするのかなと。で、あとそこまでいかずとも今の溜まってるマナに応じて勝手にバルサンダガとバルエアロガがワンボタンで切り替わっちゃうのかなとか、そういう考えることを減らす簡略化、習熟が不要になる簡略化っていうのを想像してたんですけど、ナイトの話を聞く感じ、エンリポストの下りがワンボタンになりますとか、あとやってもフレッシュとコントル6とが一緒になってリキャスト管理するやつが減りますとか、赤だとそれぐらいなのかなと認識したんですが、だったら別によくねって思いました。今まで培ってきた赤間の経験がそのエボルブモードなる黒船によって全て無に返されます。お前らお疲れ様でしたって感じじゃないじゃん。だからすごいいい塩梅でエボルブモード作ってるなって開発パネルのやつ見て私は思いました。あと開発パネルでお話しされてた玉木さんのパッと見の信頼できそう感も大きいですよね。これまでの開発実績も十分の方ですし、いろんなゲームされるっておっしゃってましたし、ゲームの腕もプロ級ってヨシピーに言われてましたし、そういうガチ感のある方が手掛けたっていう安心感みたいなのも今エボルブモードが比較的肯定的に捉えられてる一因なのかなと思います。で、そこまで思った時に強く感じたのがリボーンモードを残した開発すげーっていう感情ですね。おそらく開発としてはエボルブモードをリリースしてエボルブモードいいじゃんって雰囲気にして、で1年か2年経った時ぐらいにリボーンモード廃止するつもりなんだろうなと思ったんですが、別にやろうと思えば最初から全ジョブリワークしますって言ってエボルブモードにするってのもありだったわけじゃん。でもそれだとハレーションでかすぎるから並走させるっていう修羅の道を選んだわけですよね。しかも両方のモードでコンテンツクリアできるよう調整するって言っちゃったし、めちゃくちゃ大変だと思うんだけど、あまりにも大変そうすぎてそこにかけるであろう調整コストも考えると、もはや今回反発覚悟でエボルブ一本にしなきゃダメだったんじゃねとすら思います。ただ少なくともバトルを遊びやすくするっていう使命を果たしつつも既存のプレイヤーにも配慮してるっていう意味で、誠実というか寄り添った対応だなと思いました。エボルブモードという劇薬が何をもたらすのか楽しみですね。冒頭玉木って言っといてあれなんですが、多分色々とこの先グラアップデと同じように山あり谷ありになると思うんですけど、くれぐれも個人攻撃に向かないでほしい。あとリボーンモードっていう名前分かりにくすぎるから変えてほしい。いつ時点のリボーンやねん。誠実つながりですけど、2年後に PS4 ダメになるかもってアナウンス、これも超誠実ですよね。原神が PS4 やめた時も告知8ヶ月前ですからね。 PS4 勢が14買い控えるようになるし、万一この先の予定が変わって予定よりも早く容量が枯渇しちゃって PS4 がダメになった時にボコボコに叩かれるっていう意味で、企業にとってはデメリットとかリスクしかないのに素晴らしいアナウンスだなと思いました。絶妖精乱舞はメタというテーマへのアンサーがまだないし、いろいろ隠してるようでしたけど、開けてみてのお楽しみですね。ただ結局そこまでしか言わないんだったら PLL パート1で言えばよかったんじゃねとはちょっと思いました。エヴァンゲリオンコラボ、横尾太郎さんつながりからかとんでもねえコラボが実現しましたね。まず正直な気持ちを伝えるんですが、この話聞いた時、当初は基調講演で一番嫌な気持ちになりました。絶にニーヤが来るかもって予想立てた時、私は FF が好きなのにって言ってる人多かったんですが、それと同じ感情かも。私はエヴァ自体はいい作品だと思ってるし、原作もジョもハも見たんですけど、ただ FF シリーズの透明感にマッチした作品だとは思っておらず、 FF って自分が持ってるブランドの雰囲気をかなり大切にするイメージあったんで、ニーヤはまだ自社 IP& 透明感高めなんでわかるんですけど、エヴァって割と反射的に嫌悪感が先に来ました。なんですけど今はいいやって思ってます。なぜなら喜んでる人が多いし、 SNS の反響もいいし、
し、14が注目されるのはいいことだし、さっき探求者になって歩み続けていきたいっていうスタンスをいいねって言ったばっかりなのに、ここだけ FF らしくないっていうのマジ老害だなと反省した次第です。この前 FF とコラボしたカードゲームのマジック・ザ・ギャザリングってもともとそのマジックの固有のキャラとか世界で商品展開されてたんですけど、あるタイミングから FF とかミュータント・タートルズとかスパイダーマンとかコラボを連発するようになって、で、ただそれによって業績今絶好調になってるんですね。それと同じで14が注目を浴びて存続していくために、これまでと違うテイストのものを取り込んでいく姿勢っていうのは、なんか一番として積極的に需要していった方がいいんだろうなと頭を切り替えました。なので今は楽しみにしています。エヴァコラボが楽しみっていうか、エヴァコラボによって盛り上がる14が楽しみっていう意味だからね。スイッチ2思ったより早かったですね。派遣ハードへの参入、いいニュースに決まってるので、いろんな世代、ライフスタイルの人が14に参入していったらいいなと思ってます。そんなところかな。全般通じて思ったのが、コンテンツの拡充っていう面のみ少し寂しさを覚えたものの、キャラ中心のゲームデザイン化、リージョン内マッチングですとか、スイッチ2解禁、エボルブモード、エヴァコラボとか、吉と出るか京と出るか見えない話が盛りだくさん。ただ、ワクワクするなっていう時点でいい基調講演の内容だったと思ってます。やっぱり何よりも、新しいことやってくれるっていうのが嬉しいですよね。プレイヤー運営ともに何がおもろいだ、何が微妙だ、出し合ったり受け止め合ったりする探求者ムーブを通じて、14がより一層盛り上がればいいなと思ってます。皆さんはどの辺にどんな期待を抱きましたか？どの辺に懸念持ってますか？ポジでもネガでもいいんで自由にコメントください。それと先日の動画の呼びかけに応じてチャンネル登録いただいた方、ありがとうございました。当チャンネルももうすぐ6万人達成はゴールデンウィーク中ぐらいかなと思ってましたが、前倒しでいけそう。大感謝です。7.5 終わったら長めの凪節に入って、その間私もいろんなゲームを取り扱ってはいくんですが、前々からお話ししている通り、私にとって14はライフワークのゲームであって、この先もずっと楽しんでいくつもりです。一緒に楽しんでいただける方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画化に至らない小ネタを X で語ります。そちらもフォロー何卒おついえなし。